溝口さんとユーピスのマンチュラダイエットってどうですか？普通に危なくない？法律に触れてる可能性が高いので、よくわかんないんだけどさ、なんでさ、危ない橋を渡ろうとすんの？マンジャロというのは糖尿病の患者に対して適用されるもので、そうじゃない症状に対して使うのは良くないですっていうのは厚生労働省も東京都も言っていますと。それでマンジャロ使って痩せようぜみたいな広告っていうのが、医薬品機械規正法みたいなやつ、あれの法律に触れる可能性があるんだけど、バカなの？お金儲けたいはわかる。お金欲しいわかる。でもさ、法律に触れてさ、お金儲けたらさ、捕まるよ。なんでさ、法に触れない方法で稼がないの？法に触れる部分を他人にやらせて、自分はそんなつもりはなかったけど、やっちゃいました。うちの社員の間違いですって言って、トカゲの尻尾切れをするみたいな、高市首相みたいなパターンわかるんだけど、顔出してやってるやつさ、お前捕まるぞ。だから溝口さんで言うさ、顔と名前出してやってるじゃん。これがだから裏に金主がいて、お前らこれやっとけって言って、ユーピスさんとか溝口さんが捕まりましたって言って、まあでも俺儲かったからいいやっていうのは分かるんだけどさ、溝口さんとかユーピスさんとかってさ、捕まっていいと思ってんの？どうしたの？僕溝口さんは仲いいから分かるんだけどさ、ユーピスさんってあんま知らないんだけどさ、捕まりたいの？どうしちゃったの？それなりに知名度ある人なんでしょ？そんな危ない橋渡んなくてよくない？何なの？このね、逮捕されたがる人ってマジで分かんなくて、なんで法に触れることをやろうとするの？先月日本に帰った時に青汁王子の YouTube に収録出たんですよ。10時から収録で、僕11時に AKB さんの記者会見があったので、11時には行かなきゃいけないんですよって言ってて、僕が20分遅刻して青汁王子のマンションの下で10分ぐらい待たされて、でそっから収録して11時20分まで青汁王子の車の中に乗って、そっから電車に乗って移動して30分遅刻で着いたんですけど、なので正確に言うと10分待たされたから40分ぐらい収録したんですよ。でその時に青汁王子さん、美咲さんに、法に触れるようなことをする人たちに関わんない方がいいですよって話をずっとしたんですよ。割と僕青汁王子さん、美咲さんと仲いいと思ってて、児童養護施設にパソコン配りたいですって時に500万円の寄付をしてくださったりとか、なのでちゃんと世の中を良くしようと思ってる人だと僕は思ってるんですよ。すげえコイン作るじゃん、サナエコインみたいなのに関わってたりとか、マンジャロを広告しちゃうような番組とかに関わるのは、もともと青汁おじさん脱税で捕まってる人なので、イメージを良くしたいっていうのがあるらしいんですよ。したらさ、犯罪してもいいと思ってる人に関わらない方がいいですよ。青汁おじさんって合法なことをやって儲けてる人だから、なんでそのさ、ギリギリのラインを狙う人たちに関わろうとすんの？それ縁切った方がいいですよって話をしたんですよ。だってサナエコインさ、あれ違法じゃん。登録しなきゃいけないのに登録してないしさ、他人の商標とか名前勝手に使ってるしさ、そういうの関わるのやめた方がいいですよって言ったんだけど、なぜかね、その収録の動画がお蔵入りになっていて一切上がらないんですよ。なんかね、収録した3日以内に上げなきゃいけないから大変なんですって言われてて、20何日収録して AKB の記者会見した日だから日程わかると思うんだけど、それ上がらないまま連絡もないからどうなってるんだろうと思ったんだけど、だからそういう意味でいくと多分やっぱそっか、だからね、弱み握られてんのかね。サナエコインのやつも美咲さんが俺一切関わってないんすよって言ってるんだけど、仮想通貨って関わってないことの証明ってすごく難しいんですよ。銀行振込とかだと誰が受け取りましたっていうのが明確に分かるから、振り込まれてないです、なぜならっていうので証明可能なんですけど、仮想通貨の場合って振り込みという概念もないし、その口座の持ち主もわからないので、関わってない証明っていうのも難しいんですよね。なのでサナエコインのプロジェクトを一緒にやってるのであれば、最初に配布された十何人が誰でこれがいくらずつ振り込まれ、この人だからサナエコイン渡しましたっていうのは、一緒にやってる松井さん、あの人は知ってるはずなんですよ。
履歴は残るから。履歴は残るけど誰のものか分かんないですけど、でも赤の他人の口座にいきなり振り込むはやんないわけで、なのでこれはじゃあ青白王子の分とか、これはじゃあ溝口さんの分とか、これはホリエモンの分とか、仮想通貨配布するときにこれは誰の分って分かって配布してるはずなんですよ。なのでそれを全員の分のリスト出して、この中に僕はいないです、私はいないですって出したら、それは確かにもらってないよねって分かるんだけど、配られたリスト出さないんだよね。したらもうもらってんじゃんって、やっぱ社会の人は思うよねっていうのを説明したら、なぜかお蔵入りになりました。三崎さん、なんでお蔵入りになったんですか、教えてください。大手美容外科がまんじゃら処方をガンガンするみたいですね。今更だけで美容外科ってやばくないですか。闇深い話しか。そうですね、儲かりますからね。お医者さんがもうまんじゃろを美容目的で使うのは良くないというのを大手を振って言えないのは、美容系でそれで処方してるところが普通にあったりするからっていうのがあって、なので利用目的によってっていうので、しかも保険適用されたりする場合があるんですよね。なのでそこら辺はちょっといかがなものかなと思うんですけど、大阪でまんじゃろを売っている男女3名が逮捕されたりっていうのがあったりするので、素人が手を出した系が捕まるってことになったので、金が儲かるからやるっていうビジネスとしてはあんまりよろしくないんじゃないかなと僕は思いますけど、腎臓に負担がかかったりとか筋肉が落ちてしまってより痩せづらくなってしまったりとか、やっぱり副作用があるので、血糖値下がったりとか、お医者さんがちゃんとチェックしながら飲んだりとか変えたりとか、容量変えたり頻度を変えたりっていうのでバランスを取らなきゃいけないんですけど、通販だとよくわかんないから来たやつ刺しちゃえみたいになっちゃうので、なのであんまりよろしくないなっていう話です。はい。内藤君、現時点の解説をお願いします。高市さん関係者とやり取りもあったのでは。高市さん関係者というのが誰なのかっていうのでいくと、高市さんの奈良の選挙事務所にいる公設秘書の人が会計責任者になっている会社が早苗トークンを出すというのを了承していて、ツイッターでもこういうのやりますって言っちゃってるんですよ。なので高市さん関係者が全く知らなかったというのはありえないですと。高市さんの事務所で登記してるからね。高市さんが知ってるかどうかは未知数です。高市さんを応援するための自動車で日本全国回りますよってやってるボランティアの青年局の人たちがいて、でその人たちがお金が足りないから高市さんグッズを売りますっていうので、グッズを売るんだったら法人格必要だから法人作ります、ああそうなんだふーんみたいなぐらいは多分了承してたと思うんですよ。さすがにね、自分の事務所で会社を作るのを了承するかどうかぐらいもさすがに秘書の人は確認は取ると思うんですよ。でただそこが何のグッズを出すとか、どんなトークンを売ってどういう宣伝をするかまでは別に高市さん見てなかったんじゃないかなという気はするんですよ。ここは僕の憶測が入るんですけど、高市さん関係者とコンタクトを取っていたっていう溝口さんの言ってることも僕は嘘ではないと思うんですよ。だって高市さんの事務所で登記している会社の人が一緒にやりましょうって言って早苗トークンやります応援しますって言ってるわけだから、だからあそこで無関係っていうのはさすがに無関係ではないと溝口さんが思ってたというのがあると思うんで、なので溝口さんもマジかよ話通してねえのかよっていうので、どちらかというと僕は溝口さんが被害者っていう部分がやっぱあるんじゃないかなとは思うんですよ。なので公式に応援していた青年局の人たちと秘書の人のやり取りがどうなっていたのかっていうところの問題な気がしていて、どちらかというと青年局と秘書の人たちというのがきちんと情報をコントロールしてなかった、高市さんに報告すべきことをしなかったか、早苗トークみたいなやつをちゃんと調べてこれはまずいよねっていうので止めるっていうのをやらなかったっていうので、青年局と秘書の問題で溝口さんははしご外された側じゃないかなと思うんですよ。だってさ、高市さんの公設秘書の人が会計責任者やって、高市さんの事務所で登記されてる会社の人とやり取りしたら、それはその高市さんの関係者と話したよねってやっぱ思っちゃうじゃん。関係者の定義によるんだけど、高市さんのさ、事務所で登記してるわけだから、それは関係者だよねって言ったらそうだよねってなると思うので、早苗トークンというのを出して儲けようということ自体は僕はどうなのって思うんですよ。勝手に名前使ってるという認識に多分ならなかったんだと思うんですよね。高市さんのグッズを出していて、高市さんの事務所で登記している会社の人がやっていいよって言ったのでやりましたって話で、このやっていいよって言った高市さんのグッズを作ってる会社の人はトークンということをよく知らなかったっていう、なんかよく知らないくせに OK しちゃったよね。多分そういう話なんじゃないかなと思うんですよね。これ想像です。とはいえ僕が勝手に OK しましたすいませんっていうのは言わないので、多分溝口さん周りが責任を取っていく方向になると思うんですよ。
世の中的に金融庁の未登録だったことは事実なので、誰かが何らかしら罰せられないとやりたい放題だから良くないよねっていうことになると思うので、何らかしら溝口さんグループの人がペナルティを負うことになるんじゃないかなと思いますけど。ただなんか悪いことをやろうとして悪いことをやったというわけではなく、話を通してたと思ったら通ってなくて、お前ら無関係だよって言われて、トカゲの尻尾切りのようになっているという構造な気がするんですよね。堀江さんもね、こういうのやるんすよって言われて、高橋さんの事務所の関係者とも話してると、ああ、そうなんだ、すごいじゃんっていう話で、別にそこまで関与してないんじゃないかと思うんですけど、ここで出てくる問題は、仮想通貨は、それをもらった人というのが特定できないというところが仮想通貨の良さなんですけど、今回それが悪く出ていて、俺は一切早苗トークをもらってないよ、関与してないよという証明ができないんですよ。日本円を使って取引してたら、1円ももらってない証明は可能なんですよ。その会社からお金もらってないとか、現金でもらった別なんだけど、やり取りはないよねとか、領収書出してないようなんだけど、仮想通貨で渡されて、いや、俺もらってないよって言っても、仮想通貨の口座が誰のものかという証明が不可能なんですよ。なので、お金をもらってない証明もできないんですよね。京都大学の藤井教授も仮想通貨自体に関わってないって言ってるんですけど、あれももらってない証明ができないので、ひょっとしたらもらってんじゃないのっていうことに対して、完全にもらってない証明もできないので、もらってても嘘ついたとしても嘘をついているという証明のしようがないっていう。なので、やろうとするのであれば、仮想通貨を発行したリュウ株式会社みたいなのが、このアカウントに配りましたっていうのがあって、そのアカウントが誰なのかという個人情報を出して、これはこの人です。これはこの人ですっていうのを全部出したとして、で、その個人も仮想の個人、架空の個人ではない。これ山田太郎さんにあげましたって言って、適当な嘘ついても分かんないじゃないですか。なので、ちゃんと実在するこの人に会ってましたっていう人間が存在するよねというのも、セットで出したのであれば、藤井さんにも堀江門さんにも溝口さんにも言ってないよねということが証明可能ではあると思うんですけど、で、ただ、早苗トークン同行というのが発表した途端に最初に配られた人で売り逃げてるやつがいるんですよね。溝口さんがその身内で裏切ったやつがいるみたいな表現してたと思うんですけど、悪さをしようとしている人で、誰が持ってるかもう分かってないってことだと思うんですよね。裏切ったやつがいるっていうと、もうこのアカウント誰のやつだよねっていうので、調べたら分かるんですよ。でもそれを調べる気もないし、辿る気もない。だから裏切るものが分からないという表現をしてるんだと思うんですよね。でも、それって調べれば分かる話だと思うんですよね。最初に仮想通貨を作った時に、作った人がどのアカウントにどう配りますよって入力してるんですよ。人力で。人力で入力するときに、そのアドレスをなぜ入れたんですか？誰のだと分かって入れてましたか？誰だか分からないけど、よく分かんない口座に勝手に振り込みましたって絶対ないんですよ。調べれば実は分かるけど、そこはうやむやにしたいっていうのがあるんじゃないかなっていう気がします。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。